盲導犬の子犬を育てるボランティアは将来の飼い主のために大きな役割を担います。家島伝説、昔神武天皇が海で嵐にあった時、赤い蓋にネイビーの本体。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日から10月、秋の夜長は読書にもってこいというわけで、今回は本の紹介、家から逃げて家島へをお話しします。珍しく引用からネタバレ注意。力は繰り返した。嫌だ嫌だ嫌だ。お父さんかお母さんか選ばなきゃいけなくなるなんて絶対嫌だ。初めは涙だけだったのに、次第に声まではっきりと叫ぶような泣き声になっていく。辻村瑞希さん著青空と逃げるの主人公力のセリフです。父親の不祥事からといっても借金ではないのですが、家にいられなくなった母早苗と小5の男の子力、逃亡生活が始まるそんな時に力が発した母への言葉でした。2人は知り合いを頼り四国の四万十へ、そこからさらに瀬戸内海の家島へと逃避行。島で出会った中学生の女の子ゆめは、両親が離婚していると話してくれました。力はゆめに打ち明けます。本当は母さんはもう離婚したいかもしれない。だけど俺がそう言ったからできないのかもしれない。ゆめはあっさり答えます。そっか、大丈夫だよ。力がそう言ったからって大人は自分が離婚したい時はするし、子供の言うことなんか聞かないよ。だって私も言ったもん。離婚しないでほしいって何度も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 言った。次の逃亡先、九州の別府で2人は雲隠れしている父親が東北の仙台にいると人づてに聞きます。ところが仙台のホテルに着いた時、母早苗は病で倒れてしまいました。お母さん、離婚してもいいよ。不意に力は言いました。父さん母さんどっちかなんて俺は選べない。だけど母さんがどうしたいか俺ずっと聞かなかった。母さんが離婚したいならそうすればいいと思う。四万十、家島、別府、仙台と逃げてきて、力の言葉が拒絶、逡巡、決意へと次第に変わってきたのです。何がそうさせたのでしょう。私ははたと考えてふと表紙を見ました。そこには青空と逃げるとタイトルが。どうやら辻村さんのメッセージはこの不思議なタイトルに隠されていそうです。盲導犬の子犬を育てるボランティアは将来の飼い主のために大きな役割を担います。責任感を植え付け、かといって愛情深く、辛抱強く。これって子育てと同じですよね。愛と信頼と基本的なしつけを与えたら、あとは笑顔で社会へと送り出す。愛された記憶があれば、子供でも子犬でも自分で何とかできるのだそう。小説に戻ると、主人公力は逃亡生活になってから母が一人で生きる姿を初めて目の当たりにしました。こうあります。
母は自分で決断し、大変なことがあっても自分で乗り越えた。父に頼るまでもなかった。何か起こるたびに次にどうするか自分で決めた。父親が一番頼れる存在と信じていた力は、その母の強さに驚き、あたかも植物が日の光を浴びるようにして自分を成長させたようなのです。親って太陽が出ていれば青空と逃げるとは、そういう意味もあるのではないでしょうか。母早苗にとっても頑張るパワーの源は力。お互いが成長し合える幸福な物語と言えそうです。物語中、辻村さんは家島伝説についても触れています。昔、神武天皇が海で嵐にあった時、家島の周りの湾に入ると嵐が嘘みたいにやみ、まるで家の中にいるようだと言ったそう。こんな伝説があったとは面白くて、私も知らず知らず引き込まれる本でした。未来への近道はこちら、中学入試にも定番の SDGs。 心躍る開封レビュー。今日はエーグルのくるくる折りたためるシリコンボトル、グロー2021年6月増刊号の付録で、表紙は小泉京子さん。耐熱温度はマイナス20度から100度まで、本体ごと冷凍も可能。その場合は 80% くらいの容量で冷凍室へ。シリコン素材のボトルはとっても柔らかく軽量、丸めて収納できるロールアップタイプ。丸めるのはとっても簡単。キュッと丸めてグッとベルトで留めるだけ。蓋は外せて、ボトルの口径は広め、とても洗いやすいです。蓋と飲み口は固め、直接飲みやすい上に逆さにして振っても漏れません。カバンに下げられるカラビナ付き。炭酸、アルコール類、乳酸飲料、果汁などは NG だそうですが、赤い蓋にネイビーの本体、白いロゴと色合いもスポーティー、小さめで持ちやすいので、部活はもちろんアウトドアやタウンユースにもぴったり。丸められるのが売りですが、軽くて柔らかいので飲み終わった後そのままでも邪魔にならなさそう。そんなシックでおしゃれなシリコンボトルでした。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではではまたね。